萌えちゃん始まりました。ポートマンズバーというとてもおしゃれなところにやってきました。鳥かごがモチーフのこのお店でとある人と待ち合わせをしているのですが、やっほーもう回してる YouTuber の人ですかということで、本日のゲストはタレントの鈴木ちなみちゃん。最近シンガポールにお引越ししてきたんですよね。思ったより人が少なくてよかった。そうだね、確かに。しかもこのなんか高い感じね、おしゃれだね。そうなの。そう、今日はちなみちゃんと一緒にハイティーを楽しみながらシンガポールにね、ようこそようこそいらっしゃいました。なんかね、私のチャンネルの方でもね、福田萌さんとコラボしてくださいっていうコメントもらったりとか多くて、なんかあったりはしてるけどさ、YouTube は初めて。そうだね、初めてだから今日はシンガポール生活どうですかみたいなのを聞けたら。萌ちゃんはもう1年半ぐらい。もうすぐ2年。すごいよ。本当にね、私としてはね、先を行く先輩がいてくれるっていうのが本当に心強くてなんかもう移住したての頃、私なんか病んでたよね、絶対病んでた。いやでもね、まだあの時お子ちゃんも半年ぐらいだったから、ちっちゃかったからさ。いや、私は半年では無理だと思うな。なんかだってさ、子育てもまだなんだろう、軌道に乗り切らないし、自分の体的にもなんか大変な時期じゃん。大変。そう、新天地で新生活。そうだからその時期に新しく環境を変えるっていうのはね。で、萌ちゃんもその日本の芸能のお仕事もしてるから、そのお仕事の話もできるし、移住の悩みもできるっていう、なんか私にとってはみたいな、なんか全部の話をシェアできる人に会えるなんて超ラッキーみたいな。で、萌ちゃんとなんかお友達になったきっかけ、そうなんだけど、全然お互いこう日本で芸能活動してる時は接点が全く。そうもちろんちなみちゃんのことは知ってたし、こちらこそです。見てた。テレビとか CM とか雑誌とかめっちゃ見てたから。それは本当こちらこそなんですけど、本当にシンガポールに知り合いが一人もいなくて、これは萌ちゃんに連絡するしかないと思ってマネージャーさん経由でね、連絡先を教えていただいて、めちゃめちゃフランクに最初からね、なんかこういうのが必要だからとか、シンガポールに入ったらこういうアプリ必要だからとか本当に助かりました。いやなんか気持ちが分かるというか、なんかピンポイントで行ってなんかピンポイントで分かり合える方に会えてラッキーみたいな。いや出会えてよかったです。それはこちらこそです。来た。これが私のかわいい。こちらのポートマンズバーのアフタヌーンティーはカヤトーストやチリクラブサンドイッチなどシンガポール料理を楽しめるお惣菜のラインナップになっています。スイーツは3種類。このアフタヌーンティーだけでシンガポールを丸ごと楽しめる内容ですよね。私カヤトーストちゃんと食べたことなかったかも。本当？どういうのかわかんない。カヤはシンガポールのあんこ的なものでパンにペーストしたりするのですが、こちらのカヤトーストはどうでしょうかね。いただきます。どこにカヤがあるんだろう。これ？そのチーズの下だと思う。チーズ？ほぼチーズ。でも後からちょっと甘い。それです。でもちょっとファーストカヤにしては存在感が。チーズと花の味が混じって。でもね、美味しい。よかったです。かわいい。ね、かわいいね。結構映え重視だよね、ちゃんとね。そうだね。いただきます。チーズサンドですね、これはね。そうだよね。最初チーズの味。でもちょっとこれはね、これカヤトーストじゃないです。違う、これじゃない。これじゃない。私の知ってるカヤはいない。違う。
おしゃれ。そう、甘めは確かに茅だけど、ちなみちゃんは旦那さんのお仕事がきっかけでシンガポールの。夫の仕事の関係で移住してきました。最初聞いた時どう思った？シンガポール行くかもみたいな。なんかもう結婚した時から、海外に住むかもっていうか、海外に住んで働きたいと思ってるって言われてたから、なんか楽しそうって普通に思って、なんかそのアジアでどこかって探してた時にシンガポールと、あともう一つの候補地がインドっていうとこが、インドがあったのね。なんか私インドでも楽しいのかなと思ってて。インド行ったらさ、もうパイオニアじゃんみたいな。確かに。もう全然カルチャーもだけど、全然さ知らないことばかりで楽しそう。私全然インドでもいいよって言ってたのね。でシンガポールに来たんだけど、本当にシンガポールでよかったって思う。そっか。すごいね。でもインドでもいいって思えるのが器が広いというか。そうなのか。でもインド行ったことがないのよ。私もない。夫は行ったことがあって、いやでもインドに住むって本当大変だよみたいな、海外住むって本当大変だからねって、住んだことないから。ちなみちゃんない？ないのよ。いっぱいお仕事ではそう行ってたけど、住むのは初めてで、体験したことないからさ、何が大変かとかも分からなくてさ、でそれでシンガポールに来ましたね。そうかそうか。じゃあちょっと次食べよう。さて、すごいレモングラスがさぶっ刺さってる。サテって普通串だけど、ね。サテはシンガポールの焼き鳥みたいなものです。これ串の代わりに。これが串なんじゃない？おお。両。これも美味しい。つくねみたいな。だね。甘みのある辛さが。シンガポールのご飯って何食べても美味しいよね。美味しい。普通にホーカーの天津とか食べたりするんだけど、美味しくて。ホーカーもじゃあ普通に行くんだ。ゆっくりパパッと食べれるし。いいよね。いい。安いしさ。みんなの食堂みたいな感じだよね。ホーカーって。萌えちゃんはホーカーでお気に入りある？やっぱシンガポールチキンライスはね、安いし美味しいし外れないよね。ない。あとなんかこっち来てさ、そのエビチリとか頼むとさ、四角いこういう甘いパンついてくるの知ってる？知ってる。美味しいよね。そうあれ多分チリクラブにつけて食べるやつらしいんだけど、あれを子供たちひたすら食べてる。パンだけ。でもあれは美味しい。なんかおやつで食べたい美味しさだもん。わかる。揚げパンね。揚げパンめっちゃ美味しい。だからこれもそういうことなのかな。揚げパン。でもこれ焼きパンじゃない？フレンチ。こちらはパンの中にチリクラブが挟まっているものです。バター。甘いパンだ。甘い匂いがする。確かに。甘辛いの組み合わせかな。そっか。無限に食べれるやつ。とびっこ乗ってるよ。それぞれのカメラね。おいしい。ほんとカニの味がする。食べやすい。美味しい。とびっこがいいね。いいね。アクセントになってて。カニが剥いて出される幸せって思う。ほんと今それまさに思って。チリクラブ頼んでも自分で剥かなきゃいけないから。シンガポールでさ子育てしてみてどう？子育てしやすいと思う。しやすい。そうやって言う人多いと思うんですけど。多いよね。確かに。なんかね、日常生活でも例えばこう。エレベーターをドア開けといてくれたりとか、バス乗ってもなんとなく近くに座ってる人が気にかけてくれたりとかいうこともすごい多いし、なんかうちの子はシンガポールの保育園に通ってて、なんかね日本だと
か全部自分の持ち物に名前を書かなきゃいけない。ずっとやんなきゃいけないだよね、うん、服とかさ、よだれかけ一つにしても、おむつも全部おむつもそうだよね、名前書かなきゃいけない。そうそうでさ、私もさそういう風だと思ってて、子供入れたんだけど、シンガポールは全くやらなくていいの。そうで、なんかちゃんとなんか個人の管理がしっかりされてて、なんかその子のボックスみたいのがちゃんとあって、なんか個人のものを徹底的に管理されてるから。なんか朝もさ早くから預けられるんでしょ。そうそうそう、朝7時から夜7時まで、すごい預けられる。フルでも OK？ フルでももちろん OK。なんなら朝連れてくと、朝ごはん食べさせてくれるのね。すごい。だからもうなんなら寝たまま連れてってもスリープ状態で連れてって全く問題なくて。でもね、すごい数もね多いよね。プレスクールとかそう保育園もそうだし、習い事もめっちゃちょっと習い事を私のチャンネルで聞きたい。聞いてください。じゃあ続きはちなみちゃんのチャンネルにお願いします。お願いします。萌えちゃんの皆さん、さようなら。次回の萌えちゃんはRevenge of No.1 カヤトーストの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。